5月に発売される新型ステップワゴン。乗り換えを検討している視聴者も多いのではないでしょうか。そこで今回の動画では、新しく発売される新型ステップワゴンの情報と、ステップワゴンの歴史と進化について紹介します。この動画を見てもらえれば、新型ステップワゴンの魅力、そして旧ステップワゴンを乗ってきた方々にも、ステップワゴンの素晴らしさをさらに分かっていただけると思うので、ぜひ動画を最後までご覧いただければと思います。皆さんこんばんは。ホンダイズムのグレースです。このチャンネルでは、一般では手に入らないようなホンダ車の情報、ホンダ車を購入する前の注意点など、車を買うときに損しないような情報、ホンダに特化した情報を発信しています。ホンダ車が好きな方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではステップワゴンについて解説していきます。ステップワゴンが販売された1990年代は、様々なメーカーが SUV やワンボックスカーといった RV 車、ミニバンが流行していました。そんな RV 車、ミニバンブームに乗りたかったホンダでしたが、ホンダはミニバンや RV 車の自社生産の車両はなく、OEM での販売しかしていなかったため、自社製品で参入することが必要でした。後発メーカーであったホンダは、他社との差別化をしなければ売れないと考え、RV 車やミニバンという表現は使わず、クリエイティブムーバー、生活創造車という名称で、RV 車やミニバンを売り出します。そんな中、クリエイティブムーバーの一台として登場したのが、ステップワゴンなのです。しかし、当時はバンタイプの車両には問題がありました。それは FR 駆動、フロントエンジン、リア駆動という問題がありました。当時 FR 駆動は主流でしたが、FR 駆動を採用することで問題が発生します。その問題は、室内空間が狭くなってしまうこと。車内が狭くなってしまうことから、人間を乗せるのではなく、物を乗せる、商用利用を目的に車が製造されることが多かったのです。しかし、創業者の本田宗一郎の考えはこの時代の流れとは真逆の考えでした。その思想を MM 思想と呼びます。当時の主流だった FR により、人が乗員するスペースより、エンジンが搭載されるスペースや荷物が搭載されるスペースが優先されていました。本田宗一郎が提唱した MM 思想、マンマキシマム、メカミニマムという考えは、あくまでも人が主役であり、機械などのエンジンより人間が快適に乗れる空間を大事にしたいという思想でした。このことから、当時は FF、フロントエンジン、フロント駆動の車両を製作していました。FF の車両を作っていたホンダは、FF の技術も向上していたこともあり、室内空間を広くできる FF を取り入れたミニバンを作ることにしたのです。ホンダはバンだからといって、ただ室内空間を広くするだけではなく、いかに快適な空間を作るか、クリエイティブムーバー、生活創造車にするかを課題に、設計を重ね、1995年の東京モーターショーにて、ステップワゴンのコンセプトモデルとなる FMX を発表しました。東京モーターショーでの発表翌年、1996年、FMX から名称を改め、ステップワゴンという名称で発表発売されました。ちなみに、ステップワゴンのステップとは、あらゆるシーンでステップアップできたら、という思いから付けられ、ワゴンは、ワゴン、荷台という英語をデザイン、ロゴ化したものです。初代ステップワゴンは、シンプルなデザインと、広い荷室空間もさることながら、様々なシートアレンジができるようになっています。2列目は2対1の分割となり、2人掛けシートは前後を入れ替えて後ろ向きに乗ることができ、当時の業界では激震が走ったことでしょう。1人掛けシートは3列目への動線として格納ができるようになっていましたが、ただの格納式ではなく、背もたれを倒すとテーブルになるという細部にこだわりが詰まっています。初代ステップワゴンはクリエイティブムーバーというキャッチコピーを体現していますよね。そして発売から約26年経ったステップワゴンは世代ごとにも様々な進化をしているので紹介していきます。ここで一旦休憩です。ホンダイズムでは
ついにオリジナルブランドを立ち上げました。こちらのブランドはホンダが大好きな人のために立ち上げたブランドです。第2弾の商品は今回の動画でも登場している新型ステップワゴン。納車と同時にスマートフォンケースやステッカー、キーホルダーなどぜひ手に取ってみてください。気になった方は概要欄のリンクもしくはすずりホンダイズムで検索してみてくださいね。それではステップワゴンの紹介に戻ります。ステップワゴンの2台目はシートアレンジを増加させ、1列目を反転させ、2列目シートを倒してテーブルにするレストランモード、2列目のシートを反転させたタイザモード、1列目から3列目をフルフラットにするフルフラットモード、2列目を前方に折りたたみ3列目を跳ね上げたカーゴモードを設定し、乗る人のライフワークに合わせて変化する車となりました。3台目はホンダ車の基本設計となるセンタータンクレイアウトを取り入れたことで低床低重心を手に入れ、バンタイプで唯一欠点であったコーナリング性能と直進安定性を向上させ、さらに先代から天井高さを維持して室内空間を 6cm 高くし、より広々とした室内空間を実現しています。4台目は3台目の特徴を引き継ぎながら新技術である3列目床下格納シートを採用し、今まで邪魔だった3列目を床下に格納してトランクルームを基本設計から倍以上の広さに拡張できるようになったのです。5台目はセンタータンクレイアウトや3列目床下格納シートは採用し、よりトランクルームを自由に使ってもらうことに注目して、テールゲートに引き上げ式と横開きのドアを取り付けてトランクルームからも乗り降りができるワクワクゲートを採用しました。このワクワクゲートは3列目が床下に収納されるステップワゴンだからこそのユニークな発想です。このようにステップワゴンはさまざまな人の暮らしに合わせて車側が寄り添うという面白い車ですね。そんなステップワゴンは2022年春に6代目となる新型ステップワゴンエアーとスパーダを発売します。新型ステップワゴンはリビングのように居心地よく柔軟に使いこなせる自由空間をテーマに設計されており、先代ステップワゴンからのセンタータンクレイアウトによる広々空間に加え、3列目格納シートを引き続き採用し、新たな機能として2列目シートにはオットマンと仲良せスライドを採用し、歴代ステップワゴンにはなかった上質な空間を取り入れています。他にも後ろが狭い時でもテールゲートがぶつからないメモリー機能付きパワーテールゲート、ドアノブを引かなくても触るだけで開閉する静電タッチ式両側スライドドアの採用によりストレスフリーな使い勝手も装備されました。さらにつながる車ホンダコネクトを搭載し、エアコンや施錠のリモート操作が可能となり、これからの時代に合わせた進化も遂げています。紹介してきたようにステップワゴンはホンダのミニバンを語る上ではなくてはならない一台です。皆さんも動画を見て良いと思えば一度試乗してみるのもいいかもしれませんね。ステップワゴンについて皆さんの思いや感想などがあればコメント欄にコメントをお願いします。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた来週。